ねえきなこ、 AI に任せた作業のやり直しってチャットを巻き戻すだけでしょ？実はそれちょっと違うの。さっき AI が書いたファイルまでディスクの上で本当に書き戻されるんだよ。ファイルが戻る？さっき書いたやつが消えるってこと？そう、クロードコードのスラッシュリワインドは会話とコードの両方を巻き戻せるコマンドなの。チャットのやり直しボタンだと思ってた。ファイルまで動くなんて聞いてないよ。今日はね、この巻き戻しがどこまで届くのか、逆に何は絶対に戻らないのかを最後まで見ていくよ。戻らないものもあるんだ。それ使う前に知っときたいやつじゃん。先に言っておくとね、同じ1回の操作をかけたのに戻るファイルと戻らないファイルが混ざって出てくるの。同じフォルダの中で半分だけ戻るってこと？それ怖くない？怖いよね。しかもその混ざり方は見ただけじゃ気づけないの。見てわからないのが一番怖いやつじゃん。怖いよね。でもその線がどこに引かれてるかは実はたった1点で決まってるの。たった1点？もったいぶらずにそこ先に教えてよ。それを話す前にね、そもそもその保存点がいつ作られてるのかから始めるね。じらすなよ、わい。気になって手作りも進まへんわ。落ち着いて、順番に見た方が結局一番早く腑に落ちるよ。わかった。じゃあその保存ともってやつから聞くよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。その保存ともってさ、僕が保存し忘れたら取られてないんじゃないの？そこはね、公式ドキュメントがはっきり書いてるの。プロンプトを送るたびに保存点が一つ作られるって。毎回ワイが何もせんでも勝手に取ってくれてるんかい。しかもね、クロードはファイルを書き換える前に毎回そのファイルの写しを取っておくの。それってひまわりの種を頬袋に詰める前に中身を数えとくのと同じってこと？方向性は合ってる。数えた紙が残ってるから後で元の数に戻せるの。写しを取ってから書き換える。だから元に戻せるってことか。そういうこと。だから保存し忘れはそもそも起きないようになってるの。拍子抜けだな。自分でこまめに残しておかないとダメだと思ってたよ。呼び出し方は2つあってね、スラッシュリワインドと打つか、入力欄が空の時にエスケープを2回押すの。エスケープを2回？そんな隠しコマンドみたいなんあるんかい。入力欄は空の時だけね。文字が残ってるとそっちの取り消しになるよ。そこでメニューが開くとね、選べる項目が4つ並んでるの。コードと会話の両方を復元、会話のみ復元、コードのみ復元、それと選択したメッセージから要約だよ。ごめん。もう一回言って。今ので全部飛んだ。大丈夫。4つを一言ずつにするね。会話だけ、ファイルだけ、両方、それと要約。会話だけ、ファイルだけ、両方、要約。それなら入った。さっきの不安に当てはめるとね、自分で直したところを守りたいなら会話だけを選べばいいの。なるほど。ファイルには触らせずに会話だけ戻すのか。逆にね、コードの未復元っていう項目がある時点でファイルは本当に書き換わってるってことなの。そっちを選んだらディスクの中身が実際に変わるってことじゃん。そう、選択肢の名前がそのまま機能の正体をばらしてるんだよ。だからうっかり両方を選ぶと自分で直したはずの修正まで一緒に消えるの。選ぶ前に1回止まらないと危ないやつだな、これ。そうだね。迷ったらまず会話だけを選んでおくと安全だよ。困ったら会話だけ。よし、そこは覚えた。じゃあさ、その戻るファイルってどこまでが対象なの？そこなの。全部だと思ってると一番痛い目を見るところだよ。なんや、それやったら全部戻せるやん。わい、きっといらんのちゃう？そう思うよね。私も最初はそれで十分だと思ってたの。でもね、戻せるのはクロードが自分の編集ツールで書いた時だけなの。公式ドキュメントにも追跡されるのはライトとエディットとノートブックエディットの3つだけって書いてあるの。クロードがその道具を使う直前にファイルの中身が丸ごと控えられるんだよ。ノートブックエディット？もう名前からしてわからないんだけど。名前は覚えなくていいよ。
全部クロードが自分の手で書き込むための道具なの。モッチーが自分でケージの中を模様替えするのと同じ。どこを動かしたか自分で覚えてるでしょ。戻せって言われたら戻せるよ。じゃあ外から誰かに手を貸してもらって動かした分は？それは僕見てないからわからないよ。自分で動かした分だけ覚えてて、他人が動かした分は記録がないのと同じか。それがバッシュなの。ターミナル越しに動かした処理の結果は保存点の外側にいるんだよ。エコーでファイルを作ってもゼロで書き換えても RM で消しても追跡されないの。なんでやねん。半分だけ戻るとか一番たち悪いやん。同じフォルダの中で戻ったファイルと戻らないファイルが混ざるの。見た目は同じフォルダなのに時間が半分だけ巻き戻ってる状態なんだよ。じゃあ逆にその3つを通ってない変更は記録すら残ってないってことを？そういうこと。記録がないものは戻しようがないんだよ。絶対それやるやん。面倒でターミナルで直してまうもん。RM で消したやつも戻せると思えてたわ。飼い主も前に同じことやって深夜に頭抱えてたもんな。あの時の飼い主のフォルダ半分だけ古い状態で残ってて大変なことになってたね。外部のプロセスが書き換えた分も私たちが手で直した分も全部その外側なの。戻したつもりで実は半分だけ元通りってことになるのか。そう、全部戻せる前提で任せるとそこで詰まるの。危ないのは戻ったつもりのまま先に進んじゃうことなんだよ。じゃあ大事な直しほどクロード側の道具でやってもらった方がいいのか。戻せる範囲に入れたいならね。逆に消したくないものは外で作っておく手もあるの。あと7月の2.1.214からはシンボリックリンク越しのファイルも対象外になったよ。聞いといてよかった。僕完全に勘違いしてたよ。戻る範囲を先に知っておけばどこをクロードに任せるかも自分で決められるんだよ。もう一個あるでしょ。フォークってやつ。あれも戻すコマンドなんだよね。失敗したところまで戻したくてそれを打ったところを想像してみて。それで元のセッションはそのまま残ってるの。何も戻ってないんだよ。じゃあ何が起きたの？僕何をしたことになるの？今の会話が丸ごとコピーされてもう一つ増えたの。増えた？戻るんちゃうんかい。そう、リワインドは戻す、フォークは増やす。この1語の違いだけ覚えればいいの。コピーは裏側で動く別のセッションになってエージェントの一覧に自分の下りを持つの。元の方は何も変わらないままそこから先は2つが別々に進んでいくんだよ。じゃあ元の方で作業しながら別のやり方を横で試せるってことを？そういうこと。どっちが良かったか後から比べられるんだよ。なるほど。うまくいかなかった方を捨てればいいだけか。巣箱をもう一個並べて寝心地を比べるのと同じ感じだね。近いね。大事なのは最初の巣箱を壊さずに2つ目を置けるところなの。でも僕前に読んだ記事だと違うこと書いてあった気がする。それ多分間違ってないの。フォークは中身が3回変わってるから。昔は別のコマンドの別名だっただけ。途中からは小さな助手を呼び出す動きになったの。そして今はセッションを丸ごと複製する動き。7月17日の 2.1.212 からだよ。今どれの話をしてるの？僕完全に迷子なんだけど。今のは3番目。別名、助手を呼ぶ、複製する。この順番だけ持って帰ればいいよ。ややこしいわ。名前同じやのに中身コロコロ変わっとるやん。3回も変わったらそりゃ記事もバラバラになるよ。助手を呼ぶ方の動きはサブタスクっていう別のコマンドに引っ越したの。じゃあ古い記事の通りに打っても思った動きにならないのか。そう。だから記事の日付を先に見るのが今どの動きの話なのかを見分ける一番早い方法なの。日付か。確かにそこ僕1回も見てなかったよ。公式のドキュメントと更新履歴を先に見るのが一番確実だよ。遠回りに見えて結局そっちが早いってことか。あと一つだけ。今のはコマンドの話で SDK のフォークセッションとは別物だよ。SDK。また新しいのが出てきた。
名前まで似てるじゃん。向こうは会話だけを枝分かれさせるの。ファイルは分かれないから混ぜて覚えると事故るよ。戻すのがリワインド、増やすのがフォーク。僕の中ではもう別物になったよ。正直に言うとさ、毎回コミットするのだるいんだよね。チェックポイントでよくない？その気持ちはわかるよ。でも公式はその2つをはっきり別物として書いてるの。チェックポイントはローカルGit はパーマネントヒストリー、そう位置づけてるんだよ。ローカルパーマネント。ごめん、もう一回日本語で言って。その場でやり直すようがローカルで、後から見返すようがパーマネントヒストリーなの。あ、用途が違うんだ。同じ戻すでも狙ってるものが分かってことを。そうだから使い分けの決め手もたった一つだけなの。セッションを閉じた後に残るのはどっちか、それだけで決まるよ。チェックポイントってセッション閉じたらどうなっちゃうの？セッションの中の仕組みだからね。後から見返す記録としては当てにできないの。作業してる間だけ貼ってある安全もそう思っておくとちょうどいいよ。うわ、さっきのバッシュの話と合わせたら結構危ないんちゃう？戻らへん上に記録も残らへんで、それ一番あかんやつや。そこなの。だから公式もこれは Git の代わりじゃないって言い切ってるの。戻せるのは今日の作業机の上だけ、棚に残していくのは Git の仕事なんだよ。机の上は毎日片付くけど、棚に置いたものは来週も残ってるってことか。だから残したいものは机の上に置きっぱなしにしないでね。じゃあ元のセッションを残したまま別の案を試したいときはどうすんの？そこはブランチかクロード、コンティニュー、フォークセッションを使ってねって書いてあるよ。ちゃんと別の道が用意されてるんだ。それなら安心して試せるね。実務だとね、チェックポイントで思い切って試して通ったらコミットするの。コミットは節目だけでいいの。途中の試行錯誤はチェックポイントに任せて。試すのはチェックポイント。決まったら Git に残す。それなら毎回じゃなくていいのか。そういうこと。チェックポイントは Git を置き換えないけど組み合わせは強いの。机の上と棚か。それなら僕でも覚えられそう。でもさ、机の上のものって片付いた瞬間に消えちゃうんだよね。そうだから消えて困るものは閉じる前に棚へ移しておいて。そういえばさ、スラッシュクリアで会話を消したらもう戻れないんだよね。そこも変わったの。6月24日の 2.1191 から消す前の会話を再開できるようになったんだよ。ほんまかいな。消したもん引っ張り出せるんかい。そう、消した後でもリワインドのメニューから前の状態を選べるようになったの。じゃあ会話を消すのは思ってたより取り返しのつく操作だったのか。ただしそれは会話の話。ファイル側の線引きはさっきのままなの。あ、ハッシュでやったやつは相変わらず戻らないのか。そこは変わってないの。会話が戻せることとファイルが戻ることは別々に考えて。なんかもう一個ややこしい話が出てきそうな顔してるけど。よくわかったね。実はもう一段下の階の話があるの。下の階？牧場の階でもう手いっぱいなんだけど。大丈夫、一言でいくね。クロードを自分のプログラムから動かすための道具があるの。そっちだと会話の履歴は残るのにファイルの状態は残らないの。話した内容は覚えてるのに机の上だけ元に戻ってないってことを。近いよ。だからファイルを戻したいときは専用の巻き戻しを呼ぶことになるの。リワインドファイルズっていう仕組みでね、ディスクの上のファイルだけを元に戻すの。じゃあそれを読んだら会話も一緒に戻るんでしょ？そこが逆なの。ファイルは戻るのに会話の方は戻らないんだよ。なんでやねん。さっきと向きが逆さまやん。そうなの。上の階と下の階で戻る中身がちょうど入れ替わってるんだよ。大袋の中身だけ戻って喋った記憶はそのまま残ってるのと同じか。その言い方わかりやすいね。だから混ぜて覚えると必ずどこかで事故るの。同じ名前でも使ってる場所で戻るものが違うんだな。使ってる人たちの間ではね、この2つを会話の片付け道具として紹介する見方もあるの。大きく壊しちゃった後の立て直しにも使われてるってこと？
そういう手順を紹介している人はいるよ。ただ公式の仕様として決まってるわけじゃないの。飼い主も前に消したはずの会話を探して30分うろうろしてたよ。あの時メニューから戻せるって知ってたらもっと早く終わってたね。今日の話、僕の言葉でまとめてみていい？どうぞ。自分の言葉になってたらそれが一番後まで残るよ。まずリワインドはその場のやり直し、ファイルまで戻してくれるやつ。フォークは戻さない、元を残したまま枝を増やす方。そして Git だけがセッションを閉じても残る記録。完璧。3つとも役割が違うからどれかで代用はできないの。特にリワインドと Git はよく混ざるけど残る場所がまるで違うんだよ。持ち帰りの一番手はこれ。チェックポイントで試して通ったらコミットする。この形にしておけば思い切って試しても残したい記録は失わないの。試すのは軽く、決まったら残す。それなら僕でも続けられるかも。コミットのタイミングで悩まなくてよくなるのが地味にありがたいね。あ、でも1個だけ忘れたら痛いやつがあった。バッシュでやったやつは戻らない。あれだけは頭に貼っとかないとだね。そこが今日一番大事なところ。戻せる範囲は使った道具で決まるの。クロードが自分の編集ツールで書いた分だけが保存点の内側にいるんだよ。きなこ、今日のこれ Y の回し車の隣に貼っときたいくらいやわ。いいね。この1枚だけ手元に置いておけば迷った時にすぐ戻ってこられるよ。あとは一つだけ小さく、今日の話はバージョン 2.1.212 から 2.1.24 時点の仕様なの。この辺りは更新が早いから使う前に手元のバージョンも見てね。半月で挙動が変わってたもんで油断できないな。だからこそ覚えるのは境界線の考え方だけでいいの。細かい仕様じゃなくてどっちに入るかを見ればいいのか。そう、道具が変わってもその見方はそのまま使えるんだよ。そういえばさ、みんなはバッシュで作ったやつ戻せなくて困ったことある？気になるね。どこで泣いたかコメントで教えてくれると嬉しいな。実はこのどこまでが AI の手の内かって線引き、これだけの話じゃないの。そこは別の動画で詳しく話すね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。